多くの動画の中からご覧いただきありがとうございます。前回はこのネンドロイドペルソナ5さくら双葉で海賊版の撲滅までを扱いました。今回は魔改造と呼ばれる別々のキャラクターの頭部とボディを合体させて作るものを扱います。このようなものは現在個人で楽しむのではなく、ヤフオクといったネットの個人取引で大量に出品されて逮捕者まで出す社会問題となっています。現在ではフィギュアをエロティックに改造する行為として定着している魔改造。実はこれ、もともとはフィギュアの用語ではなく、プラモデルの文脈から生まれた言葉でした。初出は1982年に連載を開始した漫画プラモ京志郎の作中で、南郷海山が作り上げたプラモ魔人に対して初めて使われました。そのため当時はキャラクターを性的に改造する行為は陰改造やオマ改造と呼ばれ、通常のプラモ改造とは明確に区別されていました。これが現在の魔改造に統一されたのは2000年代に入ってから、2チャンネルに魔改造スレッドが立ち上がったことで、性的な改造も含めて広く魔改造と呼ばれる文化が定着していきました。初期はプラモデルの女性キャラから始まり、やがて個人ディーラーたちが作るレジンキャスト製ガレージキットへと移行します。しかし2000年代、これらを作っていたメーカーが次々と PVC 塗装済み完成品フィギュアの商業販売へとシフトしていきます。ここで魔改造カルチャーに大きな転換期が訪れます。実は商業フィギュアの主流となった PVC という素材は、熱に強く加工しやすいレジンと違い、切削やパテ盛りが非常に難しい素材でした。この加工の難しさから、一部のモデラーは美少女プラモデルの改造へと向かいました。しかし近年のプライスフィギュアの爆発的なクオリティの向上と増加により、安価で手に入りやすいプライスフィギュアをベースにする形が現在の魔改造の主流となっています。ヤフオクにおける魔改造フィギュアの歴史は2001年頃に遡ります。当時精巧な魔改造が施されたフィギュアがオークションで次々と高額落札され、一部のモデラーの間で裏ビジネスとして注目を集め始めました。当時はまだ出品数も少なく、あくまで個人が趣味の延長で売買しているという建前のもと、グレーゾーンとして事実上見逃されている側面がありました。しかしここ数年で状況は一変します。アンダーグラウンドだった市場が肥大化し、もはや公式や警察も無視できない巨大な違法ビジネスへと変貌しました。そしてついに個人だから大丈夫という言い訳は完全に通用しなくなりました。2023年3月、人気アニメ「鬼滅の刃」の禰豆子の頭部を別のフィギュアの胴体に合体させ、原作ではありえない姿に改造しヤフオクで販売していた和歌山県の男性が著作権法違反の疑いで京都府警に書類送検されたのです。調べによると、この男性は出品を始めた2017年頃から550点のこうした魔改造フィギュアなどを出品し、450万円もの収益を上げていました。警察のサイバーパトロールはこうした個人の出品を日常的にマークしています。かつて日本のインターネットやサブカルチャーにおいて、著作権の扱いはどこかグレーゾーンとされてきました。しかし2004年のピアツーピア技術を使ったウィニー事件の裁判を経て、決定的な転換点となったのが2018年の漫画村をめぐる裁判です。この大規模な摘発と報道により、それまで無自覚だった一般層にも著作権侵害は重大な犯罪であるという意識が一気に浸透することになります。実はフィギュアメーカー側も魔改造や違法コピーが横行している事実は当時から把握していました。しかし長引くデフレ下で企業体力が弱かった当時のフィギュア業界には、莫大な弁護士費用を払って海外のセラーや個人の改造者を一人ずつ訴えるだけの余裕がなかったというのが本音です。違法だと知りながら見逃さざるを得なかった暗黒の時代が続いていたのです。しかし世の中のコンプライアンス意識の高まりに合わせ、業界の巨人たちがついに動き出します。任天堂、そしてグッドスマイルカンパニーなどの業界大手が著作権侵害に対して一切妥協しない姿勢を明確にし、本気で舵を切ったのです。これにより同人誌やサブカルチャー全体で公式の権利を守るという意識が一気に加速していきました。そもそも日本のフィギュア文化がここまで発展したのは、ワンダーフェスティバルを作った岡田敏夫らが提唱した
当日判権システムという奇跡のような仕組みがあったからです。アマチュアのファン活動であっても、その日だけは公式にロイヤリティを支払い、正当に楽しむ。この先人たちが築いたリスペクトの精神を完全に無視し、個人のモラルに甘え、数兆円規模の経済的被害を垂れ流し続ける現状は、もはや見過ごせる段階を完全に超えています。だからこそ、国も公式も今本気で動き始めているのです。ネットの甘い言葉に騙されてはいけません。著作権法は単に不法なコピー品を取り締まるためだけのものではありません。法律上、著作権は大きく2つに分けられます。不当に著作物を利用されないための著作権、そしてクリエイターの魂と名誉を守る著作者人格権です。たとえ正規に製造された本物のパーツ同士を組み合わせた魔改造であっても、それが作品の品格を損ない、名誉を毀損するものであれば、著作権法第20条同一性保持権に真っ向から抵触します。条文にははっきりとこう書かれています。著作者の意に反して変更や切除をしてはならない。正規品同士の組み合わせであっても、この同一性保持権への違反のみで5年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方が課されます。買ったものをどうしようと自分の自由だという言い訳は、法律の前には1ミリも通用しないのです。一方で、プラモデルやレジンキャスト製ガレージキットの改造やリペイントと結構混同されています。こうした自分の組み立てや塗装を求められる製品に関しては、基本的にユーザーによって手が加えられることが前提であるため、よほどのことがなければ違法性を疑われることはないでしょう。改造やディテールアップによる完成度の向上は、基本モデラーの差がですから、そんなことをすれば売れなくもなります。ここで問題となっているのは、完成品に手を加える行為です。しかし、近年さらに問題となっているのが、海外サイトから仕入れた海賊版のボディを利用した魔改造です。海賊版を使った瞬間、これは人格権侵害のレベルをはるかに超え、著作権そのものを蹂躙する組織的知財犯罪へと跳ね上がります。著作権法第113条、侵害とみなす行為に基づき、国内で転売する目的で海外の違法コピー品を輸入する行為、そしてそれをヤフオク等で販売目的として所持・出品する行為は全て完全にアウトです。さらに、公式や著作者は第112条に基づき出品の差し止め請求を出すことができ、第114条に基づき受けた損害の莫大な賠償請求が可能です。ここで魔改造セラーがよく言う海賊版だとは知らなかったという言い訳、これは一切通用しません。民法第709条が定める通り、故意だけではなく過失によって他人の権利を侵害した者は損害を賠償する責任を負います。それだけではありません。バンを恐れてキャラクター名やメーカー名などを表示せずに販売した場合、第19条の氏名表示権にも違反します。その結果、待っているのは著作権法第119条が定める最悪のペナルティ。さあ、お前の罪を数える。10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金の陛下。陛下とは、どちらか一方で済むのではなく、両方のペナルティを同時に執行するという意味です。刑務所に入りながら、同時に1000万円もの巨額の借金を背負う。これがお小遣い稼ぎ感覚で手を染めた人間に下される現実の審判です。著作権法は知っていても知らなくても強制的に適用される刑法と同様の強行法です。月数万円の目先の利益のためにやるには、あまりにも割に合わない人生を完全に破滅させる行為。絶対にやるな、人生積むぞ。では、販売目的ではない複製はどうでしょうか。著作権法では、個人が楽しむための複製に関する規定を第30条で定めています。こういう規定がなければ、個人が録画をすることも違法となってしまうからです。しかし、ここでいう私的使用の範囲はかなり狭いものであり、法律の目的からも完全に違法性がないとまでは言えない状況です。ここまでは違法に売る側の話でしたが、多くの方は買ってしまう側でしょう。もし違法な魔改造品を買ったり、それに海賊版が使われていた場合はどうでしょうか。現状では購入した人の違法性はありません。
しかし、だからといって多数購入する行為はあまり推奨できることではありません。もし違法なセラーが逮捕・送検された場合、本来は詐欺行為にあったはずのあなたに任意出頭や事情聴取を警察に求められるかもしれないからです。組織の仲間ではないかとか、新たな違法セラーの可能性を疑われるのは面倒でしょう。ならば怪しいものには手を出さないことです。ではここからは実際にネットのヤバい魔改造フィギュアを見ていきましょう。どうやって見抜くのか知らなければ騙されるかもしれませんよ。メルカリではリペイント品などの改造品は出品できないことになっていますから、主戦場はヤフオクですね。キーワードはフィギュアでいいでしょう。すでにリペイントが加わったワードがリコメントされていますが、通常通りそのまま検索してプラスワードでリペイントがありますのでクリックして再検索します。するとこういう感じで出てきます。二次元塗りを施したものやよりリアルになるよう手を加えたものに混じって怪しいのもありますね。この北川マリン見てみますか。これ対等のヌードルストッパーなのか、手に取るじゃないでしょうね、値段から言って。この立花のボディはフレアのナキリエリナでしょうけど、8000円で即決なんだから正規品のボディじゃないでしょうね。出品者の出品一覧に移動してみると見事にそういうやつばかり。あちゃー、馬娘はあかんやつ。あそこは公式はめちゃくちゃ厳しいことで有名だから。このマリン見てみますか。ボディはグリズリーパンダのセーバーオルタの海賊版みたいです。ヘッドがミスマッチ。これに46,000円も払います？下の方に行くと、これ言ってみましょう。北川マリンのヘッドをチャイナ服の別のフィギュアと組み合わせたものです。いくら黒江雫がアダルトゲームのキャラだったからといってこういう風にはならんでしょう。この改造に使われたボディはこれです。持ってるやつはさすがに一発で何か分かりますね。トニー先生のイラストをもとにスカイチューブが立体化したバオチャイです。キャストオフができるデラックス版が元になっています。もし知らなくても Google レンズで検索すればこのようにほとんどは何かまで分かります。問題はそこから先です。これはアミアミさんの中古画面ですが、このフィギュア確かに高騰はしていなくて定価の半額ぐらいで買えます。でもこのボディを使った改造の出品は他にも多数あり、そんなに正規品のボディが使われるなら需要方でもっと高騰するでしょう。なので多分これは本物じゃないでしょう。そこで探ってみるのが中国の EC サイトです。アリババグループのアリエクスプレスで検索してみます。検索ワードは中国語じゃなくて大丈夫。日本語でバオチャイと入れて検索。ほら、ありました。本体価格が3362円の激安海賊版です。送料が2141円とお高めですが、本物を使うより5000円ほど粗利が増えますから、使っているものはこういうものでしょう。他にも出品されていますから、よほど需要があるのでしょう。こちらはスカイチューブの名前が入っていたり、トニー先生の名前が入っていたり、この違い何ですかね。これとかアリス・グリントンの能代ですよね。公式の写真まんま使ってるじゃないですか。訴えた方がいいですよ、アリス・グリントさん。こちらも先日レビューしたメガハウスのロキシーの海賊版。エフェクトや塗装なんか見事な劣化コピーだとこの写真サイズでわかる仕上がりです。オークションでは競られることがないと分かっているからの即決価格ですし、送料も込みですから、正規品のスカイチューブのバウチャイが使われているはずはありません。来るのは雑な海賊版を使った魔改造品で、このような対価を支払う価値のないゴミです。リペイントと書かれていますが、そのようなことも1ミリもされていないでしょう。もはや個人の趣味を超えて荒稼ぎのためだけに作られて出品されているものです。多くの人は手を出しませんが、誰か一人騙されればいいという特殊詐欺と同じものと思ってください。決して買ってはいけません。我が国はクールジャパン戦略の一環として
2033年までに日本のゲームやアニメ市場を20兆円に拡大する計画です。そのため、日本政府はこうした著作権侵害を本気で取り締まり始めています。2018年12月に合意した TPP11 により、一定の条件を満たせば著作権者の申告がなくても、警察が独自の捜査・逮捕が可能となりました。すでに経産省から委託を受託しているコーダが日中共同で摘発しています。中国の IP ビジネスも同様に、このような海賊版に悩まされ続けています。最近も APEX のモンスターが売られているのを目撃しました。発売前にパクられたのではたまりません。また、関税のチェックも水際で不正な海賊版が侵入しないようますます目を光らせています。今回、魔改造に使われた海賊版は、そうした目をくぐり抜けて入ってきた違法品です。こうした違法品がなくならない背景には、出して売れたらそれなりの現金が手に入るからです。誰も買わなければ出す意味はなくなります。究極の答えは、私たちが買わないこと以外にありません。こうしたフィギュア文化は、他のコンテンツ同様、アマチュアの同人活動からスタートしました。そしてワンフェスの当日販券というシステムによって、アマチュアが合法的に立体化できる環境を構築し、そうした人がメーカーとして育っていく土壌を作ったのです。こうした違法物は、先人たちの努力と信頼関係を踏みにじる行為と言えるでしょう。もしこの動画が面白かったとか、ためになったと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。